VMD チームの中野と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。ルームツアーでもこのお家ご紹介いただきましたけど、はい、改めて中野さんが今気に入っているものだったりとか、買って思い出が残っているもの、ベストバイという形で3点ほどご紹介いただければ嬉しいなと思います。はい。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、お願いいたします。ではまずこちらです。ルームツアーでもご紹介いただきましたよね。そうですね。カーテンというより布なんですけれども、1423という商品名でして、その商品名が布のサイズから来てるんですけど、広げると140センチ ×230 センチのサイズの1枚の布になってるんですけれども、このマルチな布を今はカーテンとして使用してるんですけれども、カーテンだけじゃなくてベッドのスプレッドですとかテーブルクロスとかお部屋の間仕切りにしたりとか、いろいろな使い方ができる布になってます。意外とこういう窓面のカーテンが占める面積ってすごく大きくって、それでお部屋の印象が結構変わったりすると思うんですけど、個人的に窓辺が重たいとか圧迫感があるのがそんなに好みじゃないので、軽やかな印象になる窓辺にしたくって、薄いレースを今1,2,3,4枚重ねてレースばっかりで窓辺を構成してるんですけど、それによってちょっと軽やかさもありますし、この布が持つ光が透けた時の柔らかさとか、そのあたりがすごくお部屋を豊かにしてくれるなと思っていて、そこがすごく気に入ってるポイントです。こういう色物のレースをなかなかお家で取り入れることってあんまりないかなと思うんですけど、このカーテンだとクリップでつけてるだけなので、この窓のためにオーダーしたわけじゃないので、これカーテンの次違うところで使ったりとかできるので、気軽に取り入れてもらえるかなと思うんですけど、っていうのもあって、実は全部で4色持ってます。で、気分によって付け替えて模様替えをすごい楽しんでまして、黄色とかもすごい可愛いんですよ。どれも色も結構発色があるんですけど、光を通すとすごく透け感があって、よいしょ、こんな感じですね。黄色とピンクも可愛いです。本当に自然光を通してみるとすごく柔らかい印象で、なかなかこういった雰囲気のカーテンとかはあまりないので、そのあたりも気に入ってるポイントです。では続いてのアイテムUSM ハラーのシェルフになります。結構大きいんですけど、思い切って年末の1年頑張ったご褒美に買いました。この USM ハラーはもう本当にずっと欲しくって、店頭で接客してる時とかもお客さんにご紹介しながらも自分も欲しいなってずっと思ってたんですけど素材の雰囲気とかが木の家具ともマッチしますし、木の大きなぽってりした雰囲気よりもちょっと素材が違うアイテムの方が好みだったので、ずっと狙ってはいまして、でもう収納力をアップさせたいっていうのがあったので、たっぷり大容量のモジュールを選びました。サイズとモジュールと色とたくさん選べるものがあるので、すごい皆さん悩まれると思うんですけど、いっぱい悩んでいただくのがいいかなと思うんですけど、私は先ほど紹介したカーテンみたいに結構お部屋の中に色を使うのが大好きなので、こういう大きな箱物は白黒グレーとかのちょっとモノトーンな色でまとめる方がお部屋全体がまとまるかなっていうのがあったので、モノトーンの中から選ぼう
トをまず決めて、その中からたくさんいろいろ写真とかを見て、黒の USM が入ってる雰囲気がすごくかっこよかったので、お部屋に入れるとすごいマッチしたので正解だったかなと思ってます。この辺のシルバーのところとかが軽やかさを演出してるのかなと思います。いろいろどういう風に使おうかなって悩んでるんですけど、もうたっぷり収納はできるので、結構お部屋の中でごちゃついてたものとかがしっかり隠せたのはすごい良かったなと思ってるのと、あとちょっと上の部分にこういう自分の好きなものを飾るスペースとかも作れて、お気に入りスペースとして毎日眺めてます。最後ご紹介いたします。飛べない鳥キウイの置物なんですが、アメリカに旅行に行った時に雑貨屋さんでたまたま見つけて、これがたくさん並んでてめちゃめちゃ目に留まって、ちょっと重たいんですけど持って帰ってきました。こう座らせたりとか、こう横に立たしたりとか、この佇まいが大好きでずっと飾ってるものなんですけど、結構個人的に好きすぎて、社内の Good80% というブランドの撮影の時とかの小道具として持って行ったりとかしてるので、写真のどこかに写ってると思います。もう10年以上前とかに買っているので、基本的にすごい長い年月一緒に連れ添ってます。こだわりがあるようでないので、本当にその時ビビッときたもの、可愛いなっていう心動いたものを集めてますね。はい。これとかも小学生ぐらいの時とかにお土産でいただいたもので、縁起がいいのかな、でいただいて、ずっと一緒に持ってきてますね。でもキウイちゃんは、はい、また今後も出演があるかもしれないんですね。あると思います。他の子たちも出演させてあげたいなと思ってるんですが、はい。じゃあちょっとあれですね、今後別テーマとして、はい、中野さんの雑貨を探せよ、ウォーリーを探せみたいな感じで、はい、展開したいですね。楽しい。頑張って紛れ込ましていこうと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。本当に自分が気に入ったものを少しずつ揃えていって、本当にインテリアは正解がないと私は思っているので、自由に自分の気持ちが心躍るようなアイテムでお部屋を構成してもらうっていうのがインテリアを楽しむポイントかなと思います。本当に今いろんな情報が溢れてるので、私自身も頭でっかちになってしまうんですけれども、プライベートなお部屋とかは、それは一旦置いといて、今自分が心躍るかどうかを基準にいろんなアイテムを、選んでいってもらうと、おのずとその人らしいインテリアが出来上がっていくのかなと思ってるので、このあたりを楽しんで店頭とかにも来ていただけたらなと思います。では以上 VMD の中野でした。ありがとうございました。